今回はアリーナでのプリバティを主軸にした編成を解説します。一つ目はプリバティとノイズ、ノア、またはアリアと組ませるバースト後打ち編成。二つ目は攻撃力バフをかけたプリバティでタンクを落とすプリバティ強弾編成です。まずバースト後打ちのメリットについて解説します。プリバティを使用する場合、バーストを先打ちし、スタンさせている間に速攻を決めるという編成が多いかと思います。しかし、スタンの最も効果的な使い方は、バーストを後打ちして、相手のバースト時間を削ることです。例えばこの戦闘ではプリバティにバーストを先打ちされますが、スタンから復帰した後、アリスがバーストをフルに使って勝利しています。こちらの戦闘では相手の構成は同じで、こちらはモダニアをドレイクに変更しただけですが、相手のプリバティのバーストが後打ちになっています。その結果、こちらのフルバースト時間及びアリスのバースト時間が削られ、こちらの火力を発揮できず負けてしまいました。このようにプリバティのバーストを後打ちすることで相手のバースト時間を削り、優位に戦うことができます。相手のバースト3がアリス、シュガー、ラプラスなどの持続系のスキルの場合は特に効果的です。こちらはうまくバースト発動のタイミングを調整できた例です。相手とほぼ同時にバーストを発動していますが、プリバティのバーストは発動から着弾までにラグがあるので、相手のラプラスのバーストが発動した直後にスタンさせています。その結果ラプラスのバーストはほとんどダメージを出せず、相手のフルバーストの時間も短くなり、勝利することができました。しかし相手のバースト3が持続系ではなく、グレンやハランなど、全体大ダメージ系の場合は、その大ダメージに耐えなければなりません。そこで、相手のバースト3発動前に最大 HP 増加バフ、無敵スキル、バリアを使用し、大ダメージに耐えるようにします。相手のバースト発動直後にこちらのバーストを発動しなければならないので、バースト発動のタイミング調整がかなり難しいですが、的確なタイミングでバーストを発動させることができれば、かなり有利になります。バーストゲージの詳細なチャージ速度までは把握できていないので、大雑把な分類になりますが、チャージ速度別のリストを掲載いたします。防御側ではバーストの発動タイミングを調節できないので、攻撃側の場合に限りますが、バースト後打ちを意識することで勝率が上がるかと思います。続いて、相手が耐久編成の場合のおすすめ編成として、攻撃力バフをかけたプリバティでタンクを落とす編成をご紹介します。まずはこちらの対戦をご覧ください。この相手の編成は、エマにジャッカルのダメージ分配がかかるように攻撃力が調整されています。そのため、エマへのダメージが他の2体に分散し、非常に耐久力の高い編成になっています。戦闘力が8000離れていますが、エマとジャッカルの耐久編成に勝利できました。スロー再生でダメージを確認してみます。ここでジャッカルのダメージ分配がかかっている3体の HP が大きく減っています。さらに詳しく見てみると、ここでエマに19万ダメージ出ています。
エマにはジャッカルのダメージ分配がかかっているので、一発で60万弱ものダメージが出ていることになります。このダメージはプリバティのスキル2によるものです。スキルレベル4で倍率が 800% 近いので、攻撃バフをかけてこのスキルを当てることで大ダメージを出すことができます。このスキルを当てるためには、スタンさせた後、相手の遮蔽物を破壊するまで弾を持たせる必要があります。そのために、プリバティには弾数を増加させるタクティカルベアーキューブか、タクティカルブーストキューブを装備させます。弾数を増やすことで、ちょうど遮蔽物が壊れるタイミングで、最後の弾丸を直撃させることができます。編成例として、こちらはタンク役にノイズ、バフ役にドレイクとマクスウェルを入れ、バースト2としてセンチ、ポリ、クリスマス N を入れる編成。こちらは、プリバティをジャッカルのダメージ分配で守り、リターをバフ役として入れる編成です。防御側ではバーストのタイミング調整ができないので、防御側でプリバティを使用する場合は、この攻撃バフ役と組み合わせる編成が良いかと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。